皆さんこんにちは。ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーです。せーの、よろしくお願いします。ということで今回の企画はですね、バイクに乗ってて怖かったこと参戦についてお話ししたいと思います。最近なんかね、トークばっかりでちょっとねあれって思うかもしれないんですけど多くのライダーの皆様とかバイカーの皆様がですね、バイクを冬眠させているようにですね、我がちびハム家もですねちょっと冬眠時期に入っておりまして、ぼちぼちトークが多くなりますが、はい、ご容赦ください。はい、お願いします。ちびハムツーリング、怖かったこと参戦ということでお話をさせていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、ということでまず1つ目、これはですね、高速道路上で起きたことなんですけども、ようちゃんマンの初めてのツーリングの時にですね、3人でもちろんバイクでツーリングに行ってたんですけども、第一の被害者はチビでございます。何があったかと言いますと、高速道路を、バイクでねブーンと入るじゃないですか。ただ入り口入ってちょっとしたら合流があるわけですよね。そこに向けてチビは一生懸命合流するぞって走ってたわけですよ。もちろんね、ノールックで入るなんてことはもう雑行為なので、もちろん皆さんもね確認するじゃないですか。私も同じように確認しました。右見て後方見て OK っていうこの判断だったんですよね。で OK と思って入ろうとしたらですね、後ろの方にいた車がですね、いきなりスピードをギャンギャンに上げてきまして、で私に並走してきたんですよね。おっと思って、これはいかんなって思ったわけですよ、私は。抜かすのは危ないじゃないですか。どう考えたって速い車をさらに速いスピードで抜かそうっていうのは危ないので、減速をしたんですね。合流できないから減速しようと思ってって減速したら、この車も全く同じようにってこうやって下がってきたんですよ。この1回やったらね、もしかして私が下がろうとするタイミングで譲ってくれようとして下がったのかしらなんて思ったんですけど、じゃあと思ってちょっとスピード上げたらまた同じようについてくるんですよ。全く同じように。でビターってついてきて、じゃあ下がりますって言ったらまた下がる。これを何回か繰り返したんですね。で1回やったら偶然やったかなってなるんですけど、全く同じようにずっとビタッとくっつかれてですね、もうだから私避けれないですよね。下がろうにも下がれないし、抜かそうにも抜かせないというか、抜かすわけないじゃないですか。そんな高速道路上でね、なんかこんなんなるじゃないですか。ので、怖くてできなかったんですけど、そのまま並走するような形で合流をさせられまして、あれはね、人生で3番目ぐらいに怖かったかな一番とはということでですね、高速道路上でちょっと怖い思いをいたしましたのが1つ目でございます。ちょっと補足情報なんですけども、何が悲しかったかっていうとですね、ようちゃんマン、私、ハムさんの順に並んで走ってたんですよ。そうですね。で、合流する時ももちろんその順番でビーンって走ってたんですけど、その車はね、ハムさんの方が近かったんですよ。ハムさんの方が近かったのにわざわざ私をチョイスして意地悪した理由は何なんだろうっていうのは、ちょっと悲しいですよね。もしバイクに乗ってるのが女子だったからっていう理由でされたんだとしたら、ね、嫌だなっていう。真相は分からないですけどね。分からないですけどね。そこがちょっと悲しかった点ですかね。ということで2つ目の被害者はですね、ハムさんなので、ハムさんにお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。これもまた3人でねツーリングをしている時の話なんですけど、高速道路で90キロとかね95キロぐらいのスピードで僕らツーリングしてたんですよ。3台連なってね。100キロ制限ですよ。そう、100キロ制限。一番前がようちゃんマンライダーで、真ん中がチビさんで、最後が僕、ハムさんっていう感じで走ってたんですよ。で普通に走ってたんですけど、後ろからねトラックが来て、僕らこっち走っててトラック走ってるじゃないですか。そうです。一番左の遅い人レーンを走っておりました。僕たちは遅い人レーンを走ってたんです。2回言いましたけど、そしたらすごい勢いで後ろからねトラックがウィーって来たんですよ。このまま右にね多分僕たちを避けたかったんだと思うんですよね。で右に行って、避けはるんやって僕は思うじゃないですか。避けますよねって思ったら、こっから幅寄せ来たんですよ。こんな感じで
でもうってなって、でめっちゃ怖いって思ってて、このトラックは多分抜きたいんですよね、僕らのこと、でなんでなのかなって、その時分からなかったんですけど、後からこれ分かったんですけど、この人要は左側に出口があって、その先にこっち行きたかったんですよ。行きたかったんやけど行かれへんから、もうイライラしてたんでしょうね。もうこう煽ってくるわで、もうとにかく大変やったっていう話ですね。補足しますとですね、私たちがこう3台でねふんふんってこうのんびり走ってるじゃないですか。多分ね、こののんびり走ってたのもよくないんですけど、のんびりじゃないもんだって。まあでも100キロ制限のところ100キロ出てなかったのも悪いよ、ちょっと。悪いとこあると思うんですけど、ようちゃんマンかなりトラックに詳しいので話を聞いたところ、なんかね、トラックって80キロまでしかリミッターがついてて出ないらしいんですよね。でもその80キロでも下り坂とかちょっとした下り坂とかやったら90キロぐらいまで出るらしいんですけど、そのねいい感じに乗ってきたスピードを1回落としちゃうと、なんかねまた上げるのにすっごい時間かかるんですって。そうですって。だから多分そのトラックの方も90キロまでようやく出て、多分90キロぐらいまでようやく出て、よしこのまま90キロで行くぞって思ってたところを90キロ95キロでふんふんふんってこう走ってた3台のバイクがあって、ででもこのまんまやとちょっと近づきすぎるな、でも速度落とすの嫌やな、また時間かかるしなと思って多分右に移動されたんですけど、3台でふん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 って走ってて、それを抜かそうと思ったら120キロとか出さないとシュッシュッとは抜けないわけですよね。でもトラックってもちろんそんなスピード出ないし、その方も多分リミッターがついてたので90キロしか出ない、抜かせない、でも自分の出口は左にある、どないすんねん、お前ら邪魔やねん、どけみたいな感じでこう幅寄せをされのだったと思うんですよね。分からないんですけどね、シーンが、結局分からないですよ。全部推測なんで何とも言えないんですけど、単純めっちゃ怖いんですよね。バーってこう寄せられた時の恐怖感っていうのは本当ちょっと怖かったですね。私たちもですね、いきなり悲鳴が聞こえまして、インカムからやばいって聞こえて、何からの幅寄せだったので、すごいびっくりしましたね。ミラー見ててもびっくりしたでしょ、俺。無事でよかったですね。いや本当に、もうそれがハムさんが一番怖かった出来事です。最後3つ目でございます。これがですね、怖い話というか、ちびハムにとってちょっと悲しかった思い出といいますか、をお話しさせていただこうと思うんですけども、何の話でしょう。3回目はですね、バイクの方がちょっと主人公でございまして、動画を見ていただいている方多分分かると思うんですけど、ドッキリをした帰りにですね3人で意気揚々とふんふんと帰ってたわけでございます。でふんふん帰ってた時に、渋滞にはまりまして、にゃーん渋滞やんとか思いながら、3人でねペチャペチャ喋りながら渋滞を待ってたんですね。ただ右側にバイクが2台ボーンって結構いい音して、いい音でドゥ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 みたいな感じでこう来まして、で、もちろんねバイカーの皆様やったら共感してくださるかなと思うんですけど、バイク来たってなったらちょっと見るじゃないですか。何のバイクかなとか、どんなバイクかなとか、何のタイプのバイク乗ってるのかなとか、気になるじゃないですか。なります。でチラッと見たんですよね、私たちも。ただアメリカンと旧車のめっちゃかっこいいバイクがね、ホンダのバイクでしたね。止まったんですよ。かっこよかったですでね。おっと思って、最近のバイクじゃないなこれは、旧車やなというふうにちびは向けて小さな噂になりまして、すげえすげえって言って見てたんですよね、チラチラっと。こんな首を後ろにしてまで見るとすごい失礼になっちゃうので、このねミラーとかでチラッと見て、やっぱ旧車やなっていう話をしてたんですね。その旧車も同様にこう2車線詰まってたので渋滞にはまりまして、なんかあるじゃないですか、右側だけ渋滞の時進むみたいな、左は動かんけど右だけ進むみたいな感じになって、その方々が私たちより前に来たんですよね。ただ堂々と見れるじゃないですか。チラチラせんでいいもんね。そうもう見える視界に入ってるものですから、見えるじゃないですか。マフラーもちょっと変えてはるんかな、いい音してるわっていう話を
してたんですね。渋滞なんでめっちゃノロノロ進むじゃないですか、私みたいな初心者からするとノロノロ進むのって本当に好きじゃないっていうか怖いじゃないですか。ちょっとこけるリスクあるよね。で、私もこけないようにちょっとアクセル開けて半クラでじわーっと進んで、また止まるっていうのを繰り返して進んでたんですね。だからこっち側の人がうっと出発されて、お進むぞと思って、こっちが進んだらこっちも進むかもしれないじゃないですか、だから進むかなって思って待ってたら、こっち側のその旧車のバイクの方の方が変な動きされたんですよね、すごい、なんかこうガクンみたいなね、でこうヨタヨタみたいな感じになって、多分エンストかなと思ったんですけど、なんか旧車の方って結構エンジントラブルあるって聞くじゃないですか。多分エンジンいきなりかからんくなったんかなっていうか、止まったんかなとか思って、おーってなるじゃないですか、バイクにとってのヨタヨタってもう1か0かみたいな、10か0かみたいな、もうこけるか大丈夫かみたいな話じゃないですか。だからもうドキドキですよね、こっちもやばいんちゃうかやばいんちゃうかとかって思って見てたら、セーフだったんですよね、ヨタついただけで。で危なーと思って、でその方もなんかこうエンジン周りをこう気にしてる様子を見せられてたので、多分旧車やからエンジンなんかトラブルだったのか、何かしらのトラブルですよね、あれは。かなっていうので見てまして、でまた進み出すわけですよね、で左がちょっとじわっと進んで、右はもうちょい速いスピードで進むんですよ、スッと。おそらくアメリカンの方と旧車の方お友達やとは思うんですけど、そのアメリカンの方がスッとこう出発して、でそれに続くように旧車の方もスッて出発したんですけど、おそらくなんかその旧車の方もなんかバイクが3台もあったから、多分その方もちょっと見てくださってたのかわかんないんですけど、左をちょっと見てるような感じで出発をされて、でスッと進んだにもかかわらず右がいきなりピタッと止まったんですよ、車の流れが。でアメリカの方前向いてらっしゃったので普通にビッて止まったんですけど、その旧車の方がちょっと左を向きながらこう発進されたので前を見てらっしゃらなくって、そのアメリカの方がぶつかりそうになったんですね、で慌ててブレーキをパッと多分前輪かな、前輪やと思いますね、あれは。をちょっとかけたんやと思うんですけど、それでまたこうヨタヨタという感じでこうなりまして、こっちもまたあわや1か10か0か10かみたいなこけるのかみたいな感じになってはーいってなって、またセーフやったんですよ、あよかったなっていう感じで、信号待ち渋滞みたいになってたんで、それがこう解消されてスーッとこう私たちも進み始めて、あよかったよかったって思ってたらですね、右側からすごいアクセルの音が聞こえまして、ワワワワワーンって言ったんですよ。何と思うじゃないですか。と思ってパッてこう見たら、その方たちが車を塗ってですね、私たちの方の車線に入ってきたんですよ。通り抜けていってね、指示器をなしで、なぜか私ですけど私の方に幅寄せをして走り去っていったっていうのがありますね。悲しかったですね。悲しかったですね。なんかね、まだなんかこうトラックの方に嫌がらせをされるとか、車の方に嫌がらせをされるっていうのはもちろんめっちゃ嫌ですけど、理解できるかろうじて理解できるぐらいですよね。なんかバイクの人が嫌いなんやろなとか思って自分を納得させるっていうとこはあるんですけど、なんかそのバイク同士、同じバイクを好きな者同士がその同士に向かってなんか嫌がらせをするっていうのは、ちょっとショック。いやでもね、僕ねそれ思ってたんですけど、ずっとなんかチラチラ見るじゃないですか。でチラチラ見られるのって、ちょっと嫌やなって思う人もいると思うんですよ、言ったら。僕らの見方も悪かったなと思うんですけど、もう一個あって、フルフェイスって目元じゃないですか、基本的に見えるのが。特にこのスポーツタイプ運転してる人とかよくわかると思うんですけど、ネイキッドってこうじゃないですか、こう前傾もそんなじゃないですか。でもスポーツタイプって結構こういう感じじゃないですか。で待機もこう前傾取ってるじゃないですか。ってなったら多分こう見てる時の目線ってこうちょっと下から上に向かってこうやって見てる感じなんですよ。なるほど。でこれがやっぱりちょっと睨んでるって僕はずっと常日頃思ってて、睨んでるつもりないけど、こういう感じで見るから。確かに確かに。だから多分その嫌な感じにもしかしたら受け取ってしまうかもしれないんですよね。チラチラね、こう失礼にならない程度にとかって思って見てたとしても、見られてる方はもちろん視線を感じるわけですから、見られてんなと
まあ、それが嫌な人ももちろんいますよね。まあ、なので、まあ、今回の件は、まあ、チビハムが悪かったですね。はい、チビハムが悪かったでございます。むしろこっちが悪い。はい。でございました。旧車の方とアメリカンの方、申し訳ございませんでした。あれすごいかっこよかったですね。はい、かっこよかったです。種重ね言いますが、アメリカンと旧車の方すみませんでした。はい、ただ好きなだけなんです。すみません。はい。まあということでね、皆様も見るときは本当に失礼にならない程度に、もう1回見たらもう2度は見ないぐらいの感じで、もう1度目で全てのこの何のタイプなのか、何のバイクなのかっていうのは、まあ把握するようにして2度目は見ないように。はい、気をつけていきましょう。はい、気をつけます。はい、我々が気をつけます。気をつけます。はい、ということで今回の動画はこれで以上です。私もバイク乗っててこんな怖いことあったよっていう方はぜひコメント欄にコメントいただきたいのと、あと高評価ボタンもよろしくお願いします。以上、ちびハムツーリングのちびさんライダーとハムさんライダーでした。せーの、バイバーイ。